回は簡単に描けるフレームやライン、あとは応用編でスケジュールの書き方まで紹介しちゃうよ。マジでめっちゃ可愛いし、本当に簡単に描けるけん、もう絶対一緒に描いていこうね。こんな場所があるって知っとる？絵心や手書きが苦手でも書き方やコツを知れば絶対大丈夫。作品添削で力もつくし、何より楽しむ仲間がいっぱいおるけん、迷わず安心して飛び込んでおいで。詳しくは概要欄をチェック。じゃあ早速描いていくけんね。今日はこの黄色とグレーを使っていくけんね。これは季節感とか性別とかあんまり肝心組み合わせやけん、本当にいつでも使えるし、めちゃめちゃ可愛くておしゃれやけん、この色の組み合わせは本当におすすめ。よし、じゃあ描いていこうね。描くときはね、もうねキャップ外しとった方がマジで早く描けるけんね。いきましょう。まずはね、こうやって10個描いていくけん、間をねもう一色入るぐらいの開けて描いていっちゃう。こうやって重なってもね全然いいけんね。こうやって描いていくよ。グレー黄色グレー黄色で描いていくと意外と時間かかるんやけど、グレー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 イエローイエローイエローみたいな感じでね、同じ色を描いていくとめちゃめちゃ時短になるし綺麗に描けるけんね。この描き方でやってみてください。じゃあ次は大小の大きさちょっと差を出しながら描きたいけん、こんな感じね。この間、この感覚等間隔難しいなって時はこうやってね罫線が入ってるノートとかでやると感覚つかみやすいけんね、おすすめ。ちなみにこれは無印さんで買ったやつなのでぜひね見てみてください。無印さんの罫線がちょっと薄くて描きやすいじゃんね。この罫線が濃いと結構邪魔になって何描きようかわからなくなる時があるけん、結構ねこの罫線薄めのノートを描った方がいいかなって思ってるね。じゃあ次、このね線をピューッとさーっと描いて、この上にねドットを乗っけていきます。でドットのこのペンはもう垂直にした方がね使いやすいし、丸が綺麗に描けるけん、ただ丸を打ちたい時はもうこうやって垂直にねポンポンポンってすることをおすすめします。基本的に丸しか使ってないけど間隔開けたりとか線入れたりとかでもう全然印象違うよね。もうこんな感じで今日はいっぱい描いていくけんね。じゃあ次は黄色にします。間をねこうやってつなげるような感じでもちょっと間開けるみたいにするとまたこれとは違うよね。点々線やけど点々線じゃないみたいなじゃあ次うねうね線描きます。この上に大小違う感じでこうやって上に乗っけたりとかちょっと外したりとかしながらもう適当に描いていっちゃう。こんな感じね。次はちょっと植物っぽく見えるやつをやってこうね、まっすぐピューって描けるって。ほら直線もさこうやって罫線の上だと割とやりやすいよね。こっちからそう下がったりとかね、うねうねとかなったりせんけんね。ここからねくの字をちょっと書いていく。これが難しい時はこうやって1、2って分けて書くと綺麗に書けるけんね。ここから太いのでポンポンと、このねドットの大きさでも結構印象変わるけんね、ちっちゃくしたりとか大きくしたりとかもうねほんと好きになってください。次は大きくトン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 と打ちまして、この間をカーブのドットでこう埋める。お誕生日の紙テープのさ飾りみたいなね感じに見えるやろ。こうやってトントントン、ちょっと膨らむような感じでこうモコモコモコって見えるようなね線にしとるよ。あと3ついきます。じゃあちょっとデザインっぽいやついきましょう、せっかくだからね。じゃあ線を描いたらこうシャッシャッシャッって行ったり来たりを何回か適当にしてください。ここからイエローをね先にやった方がいいね。薄い色を先にやってくださいね。こんな感じで上に行ったり下に行ったり、この線の上乗っけたり乗っけなかったりみたいな感じで適当に描いた後に、適当にちょっと難しかったりするけどね、まずはこれと全く同じようにやってみるとかいろいろやってみるとだんだん分かってくるね。描きながら分かってくる。ここもこうやってあるようにグレーが多いとちょっと暗いイメージになるけん、なるべくカラーを多くはした方がいいし、もう一色増やしたいなっていう人はもう好きに、色増やしてもいいと思います。こんな感じで可愛いよね、この泡泡みたいな感じが、大好きだよねこれね。じゃあ次はねぶっとい線をビューっと描きます。ドットはねこうやって線も引けるよね。両サイドの近くに上下にねこうやって点を打つと、でこの太い線の近くの方が絶対いいけん近くにねこうやって描いていくと、でそんなに大きくトントントンって打たなくていいからちょっと小さめにして、この間をね線を入れる。
あれなんかさっき似たように出てきてないって思うかもしれんけど、色変えたりとかドットの大きさでもう全然違くない？さっきほらこれやろ、これ大きい時はこのドットの方が目立つけど、今回はこの真ん中の線があるけん、このねメインの線を挟むような感じだけん、こっちの方がちょっと控えめな印象ね。同じものに見えるけど大きさとか色でマジで違うけん、ほんとこれもねアレンジめちゃめちゃできるよ。じゃあ次ね、最後はちょっとね可愛い感じ、全部可愛いっちゃけどねここちょっと開けてバッテン書いてバッテン書いてみたいな感じにしてほしくて、これさめちゃめちゃ可愛いんやけど、間にまたドットを入れるんよ。こうやってこのバッテンの先にトントントンってこうやって入れると、本当に別に特になんちゃしてないけどめちゃめちゃ可愛いんよ。なんか刺繍みたいに見えん？こんな感じ。これ一色でももちろん可愛いし、他のペンでもできるけんさ、やってほしいんよね。こんな感じで装飾ってそんなにいろいろせんでも実はめっちゃ可愛くて、この黄色とグレーっていう組み合わせがマジで可愛いけん、もうぜひやってみてね。これラインだけだとちょっと物足りんやろ。これをじゃあ実践編でスケジュールに今日は書いていきたいと思います。お知らせ、最新情報が誰よりも早く届く公式 LINE も概要欄からチェック。じゃあ今からこのスケジュール帳にこの LINE を使っていろんな予定をね入れていきたいと思います。日程はねもう本当に架空なんで、もう別にどうでもよくてこれを使ってじゃあどうやってやるのか、ただ LINE だったものがフレームなんてするけんね、ちょっと見てみてください。これ参考にめちゃめちゃなると思う。じゃあまずはちょっと日付をババッと書いていきます。スケジュールとか書くときって色の使い方とか結構難しいと思っちゃうけど、色を絞ればそうでもないので、なるべくねこの月はこの色を使おうとかいう風にね決めておくと迷わず、しかも後から見ても結構見やすくなるけん、色の選び方結構スケジュール書く人とかはもうごちゃごちゃやっぱ書きたいタイミングで書くっていうのがスケジュールやけん、しゃあないんやけど、色を決めとくとね後から書いても埋もれないスケジュール帳の作り方ができるので、ぜひね色味は絞ってね書いてみてください。実は私あんまり手書きでスケジュール帳はもう忘れっぽいけん忘れちゃうけどね、でもやっぱ書くのは楽しいけんね、後から見てもテンションが上がるやつをねやっていこうね。よし、じゃあ行こう。まずはここからね日付を囲ったパターン、この日大事みたいな時はねこれでやっていきましょう。3、4、5、今日ね書いたフレームをどんどんアレンジしていくけん、なるほどね、こんな感じでやってみたいみたいな風に見てもらえたら嬉しいね。ここねちょっと植物っぽいのを入れましょう。こうやってね、やっぱりね綺麗に描くためにはこうやって止まる回数をね増やすといいね。なるべくこの重なるところでバレないところを重ねると綺麗にね仕上がるけどね。こうやってトン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 こうやってやります。文字とかもなるべくもうここで使ってる色でやった方がまとまるね。ママの誕生日とかこうやって目立つようにしていきます。こっち美容院をちょっと入れてみよう。基本的にラインやけんなんか横で描きたくなるけど、全然縦でねこうやって描いてもいいんやけど、さっき横でねタラーンってこうバースデーみたいなやつこうやって縦で使っても可愛い。こんなのも全然あり。美容院こうやって描いていくと面白いね。10時からみたいな、ここにニコちゃんみたいな感じで顔描いても可愛い週末は旅行に行きましょうということで、ここにねこうやってふーって一色でもちろんこうやってねラインを入れても可愛いし、より黄色が多いと目立つのは目立つよね。予定としてねこのグレーと黄色やと九州旅行みたいなね、こんな感じで OK。 じゃあちょっと目立たせたい時はやっぱりちょっとこの密度の高いフレームでね目立たせていこう。あんまり目立たんでいいやつはさらっと描いた方がいいっちゃろうけど、こうやってね囲むとやっぱり目立つけん、目立たせたい予定の時はこれを使ったらいいね。こればっかり描いたらなんか逆にそこの日付が目立つけんまあいいよね。フレームもいろいろ使い分けをするとよりこう効果的にね見せれるよね。こうやってちょっとイラスト入れたりとか、例えば日付をまたごすイベントの時とか、さっきもこれあったよね。これじゃないやり方もあります。日付だけこうやってぐるぐるって塗っちゃってつながってるよみたいな感じでこうやって
チェーンみたいな感じでつなげちゃう。これでももちろん OKOK で合宿でするとやっぱりさ幅が広いよね。いろいろできるやろ。最後じゃないか、スケジュール予定はここで終わりで、最後 ToDo をやってみよう。 ToDo もこれめちゃめちゃ使えるけん本当にやってほしい。手書きがいいっていう人はいっぱいおるもんね。でも書きたいけどなんか難しいから結局ボールペンでさささって書いてるだけですっていう人もいると思うけん、こういう風に書けるとさスケジュールを確認する時がまた楽しいよね。おばあちゃんちちょんちょんみたいな感じでね入れていけば OK。 どうでしょう。予定はこんな感じで入りました。なので今からこの余白のところに ToDo を書きたいなと思っております。 ToDo は結構可愛くて1、2、3、4みたいな感じで書いちゃってね。例えば7時買い出しとかでこうやってつなげるみたいな、こうやってこの日はこんな感じのスケジュールで動くよみたいな、作り置き12時、こうやって1日の予定を入れるのも可愛いと思っちゃうね。今月やることとかでもねもちろんいいけど、で14時からとかこんな感じでどうでしょう。なんかちょっとやっぱりスケジュールちょっと余白とかも空くと思うけん、そういう時にクロスのね模様を入れてちょっとこう飾るとね結構ポイントになって可愛いんじゃないかなと思いますね。上下よいしょ、こうやってね、ほらこんな感じでどうでしょうか。今回書いた LINE のね書き方、これをじゃあ実践的にスケジュール帳書いてみたらどうなるだろうっていうのがこれね。結構可愛いし色をまとめることですごいすっきり見えるよね。文字ももし見にくかったらこれを黒にしてもよりね引き立ってくるけんいいと思うので、こんな感じで色をまとめるとスケジュール帳超可愛くなるけんぜひやってみてください。これは結構通年的に使えるやつないけど、じゃあちょっと季節感を出してみて、ほらクリスマスとかだったらこんな感じで赤と緑使ったらゴロッと変わるやろ。これちなみにちょっと分かりやすいようにスケジュールはほぼ変えてません。場所ね、このクリスマスだけ変えたっちゃけど、こんな感じでやるとまた可愛いよね。どうでしょう。色だけでこんなに変わるスケジュール帳や LINE の書き方ぜひやってもらえたら嬉しいです。このめっちゃ簡単に書ける LINE やスケジュールの書き方よかった書いてみたいと思ったらぜひチャンネル登録や高評価ボタンぜひよろしくお願いします。じゃあまた一緒に書いてこうね。じゃあねー。